はい、それでは今回は動物占いの深掘りというのかな。動物占いいろいろ見てくれた人がもっと深掘りしたい内容を伝えたいと思います。で、今回の動物占い12種類の動画見てない人はそれを見てから見てほしいんですけども、見た人だったら分かるんですけど、月と、地球と太陽みたいな属性みたいなものがあって、12期の動物の中でもそれぞれ分かれるみたいなんですよね。またその3つに大まかに分類されると、動物それぞれの12期の性格とか恋愛とか、行動パターンとかあるんですけど、その他にもこのあるカテゴリーの属性が入ってきて、結果的に月、地球、太陽っていうところね。でその説明をしたいんですよね。面白いところが、そういう12期の性格プラス、こっちのことも含めて、見ていくともっと該当する部分とか性格の分析をすることができるのかなと思います。その前にパワーバランスみたいなのもあるみたいなんですよね。よくこの人といると行動しやすいけど、この人といると苦手だなみたいな、この人の言ってることは共感できるけどある人のことは共感しづらいとか、あと自分が何かを伝えて相手を動かしやすいとか、そのいい意味でも悪い意味でもね、この人は自分が言えば動いてくれるけどこの人はあんまり共感してくれないとか、パワーバランスみたいなものもあるみたいで、そういった説明もしたいと思います。でもなるべく分かりやすく説明したいなと僕は思うので、重点的なところを含めて紹介したい。チームみたいなところがあって、月チーム、地球チーム、太陽チームみたいなところがあって、月チームに分類されるのは黒ヒョウ、小鹿、羊、タヌキで、地球チームさんは狼、猿、コアラ、トラで、太陽チームはチータ、ライオン、ペガサス、ゾウという風になってるみたいなんですよね。で、その月だけはその満月と三日月っていうのもさらにあって、で満月は黒ヒョウと羊で、三日月は小鹿とタヌキ、自分はタヌキなんですけど、そこに分類するというところなんですね。で、ざっくり言うと、月チームの皆さんは何事も人間関係が全てで、和を大切にする。で、喧嘩や競争は好みません。で、月の、イメージ通り出しゃばることなくひっそりと輝き、相手を優しく包み込む。で、一緒にいる人によって月のように形を変えて、レストランでも何にすると聞かれて相手の注文を気にするタイプ。人に合わせてしまうことが多い、いい人さんチームみたいな。で、地球チームの動物のキャラたちに関しては、自分の時間や空間をとても大事にして、時間やお金、物を無駄にすることを嫌います。非常に現実的な考え方をするタイプで、曖昧なことには耐えられません。白か黒かはっきりさせたがります。で、ペースを乱されることを嫌い、何事も計画を立てて実行していくしっかり者チームさんで、太陽チーム、一番種類としては割合が低いらしいですね。3分類の中でチーター、ライオン、ゾウ、ペガサスが、その人口密度の中では少ない方なのかな。で、太陽のイメージ通りいつも光り輝いていたいと考えていて、人の心を明るくするムードメーカー的な役割を果たしますと。で、束縛される環境は苦手で、窮屈な管理型的な会社、社会とかには適していませんと。で、自由奔放で直感やひらめきで行動する天才型チームと。まずちょっと軽めの3分類の特色で、もっとあるんですよ、いろいろ。で、月チーム、いい人さんチームね、特色ね。他人と競争したくない、世のため人のために精神を持つ、相手に合わせる他人軸で、相手を安心させる雰囲気を持つ。大事なのは愛情、友情、使命感で、目指すは人格者で、無駄が多い、夢を持っている、立場、メンツにこだわる、人の心を照らしたいで、目立たないが、存在感はあるで、じっと出番を待つ
でしっかり者チーム、地球ね。現実的で地に足がついている。で自分と他人を明確に分ける。曖昧なことや無駄は嫌い。で本音ははっきり口にする。芸術性、創造性がある。で実質的な損得を考える。で話は結論から聞きたい。人間に関心がある。目指すはお金持ち。でペースを乱されるのが嫌い。競争して勝利したい。数字、時間を大切にする。でつい無理をしてしまう。で太陽チーム、天才3チームと言われてる。でいつも光り輝いていたいムードメーカー。不安がよぎるとモチベーションが下がる。太陽のように全ての中心でありたい。でくどくど長い話は聞いていない。外と家の中での落差が激しい。で細かいことは気にせず可能性を信じる。褒められると弱い。つかみどころがない。目指すは成功者。束縛されたくない。気分にムラがあるという特性、属性だけで見た時のやつね。でそのさっき言ってたパワーバランスっていうものが、いわゆるじゃんけん的な法則みたいになっているらしくて、グーチョキパーってあるでしょ。グーはチョキに勝つけどチョキはパーに勝つ。でもパーはグーに勝つみたいな、こうぐるぐるしてる力関係性、そのような状況があるみたいで、月は地球のチームを動かしやすくて、で地球は太陽チームを動かしやすくで、太陽は月を動かしやすいというような法則が働いてるらしいんですよね。なのである人とはスムーズに付き合えるのに、さっき言ったようなある人とはうまくいかないという、こういうからくりが関係している場合があると。でその表を一応僕も作ったので見てみてください。こんな感じ。さっき言ったパワーバランスね。こういうパワーバランスがある。だからちょっと付き合いにくいなって思う人たちは、その自分が苦手なちょっと属性タイプの人たちの場合があるっていう、これもいわゆる統計学とかそういったところから来てるので、わりかしちょっと合ってる可能性も高い。該当するなって思うことありますか？いわゆる、これは属性で見た時なので、絶対とは言い切れないと思うんですけども、月チームは、地球チームを動かしやすいけれども、太陽チームとはちょっと相性が良くないと。で地球チームは太陽を動かしやすいけれども、月チームとは相性が良くない。で太陽チームは月を動かしやすいが、その地球チームと相性が良くない。さっきのグーチョキパーの流れの属性だけの特性っていうのがまだまだいっぱいあって、日常会話の場合ね、月チームはとにかく話が長いと。頭に浮かんだことを整理することなく、そのまま口にするので、どんどん時間だけが過ぎてしまいます。地球チームはいわゆる時間を奪われてイライラして、太陽チームはもはや聞いていませんと。で句点がなく何々でね何々でねみたいな果てしなく続く話を最後まで聞いてもらえると満足しますと。そういうことが、僕も月チームに属してしまうんですけど、こうちゃんとねブログとかライティングの勉強してるので、なるべく文章とかをね考えてどちらかというとするようになった。でもそれまではそんな感じだったような気がする。なるべくこの、動画とか作る時も伝わりやすいように意識はしてる。で地球チームで話は要点のみ、結論から話し出す。でもこれ話し方の基本として一番いい方法だよね。結論を先出ししてっていうところは一番分かりやすいと言われてるから。で地球は結論から極端に話すタイプ。回りくどい言い方や建前だけの話をするのは時間の無駄だと考えているので、自分の意見をはっきりと伝えて相手にもそれを求めますと。で好むのは短いセンテンスの箇条書きのような話し方で、結論から言ってもらえないとイライラが募りますと。でもこれ文章とかでも一緒なんだよね。勉強した限りでは、余計な言葉を
混ぜていくと、いわゆる伝えたい要件が相手に伝わらないっていうのがあるので、僕も一回文章とかを書きたいときに一回とりあえずダララっと思ってること書いて、これいらないなっていうのをよく削ったりします。ツイートするときとかもそう。昔はもう思ったこと何でもやってたけど、最近はちゃんとツイッター大事にしてるので、文章とかも、適当に書くときもあるんだけど、ちょっと長文とかになるときはなんていうのかな、ある程度こう書いてみて、これいらないなっていうものは削ってって、伝えたかった要点だけをこう絞っていわゆるツイートしてる。それブログとかそういうちょっと仕事柄から来てるんだけどね、ウェブ業の、そういう風になったっていう話。太陽チーム、心に浮かんだことを感情のものに表現で、太陽チームさんは感覚で話をするので、月チームとか地球チームには何を言っているのかいまいち理解できませんと。でその上ダー、ピー、ポーなどの擬音が多く、何でもすごいよと大げさに伝えるので、リアクションすごいのかな、月チームにはなぜすごいのかっていう、思われたり、地球チームにはどのくらいすごいのかが伝わらないでしょう。こういうとこある。話の特性としてってことね。恋愛デート編、恋愛デート編、この属性で見た時のね、月さんチーム、恋人との付き合い方とか、いつも一緒にいてべったりしていたい。確かに自分もそうかな、どっちかというと。で恋人とは仲良くリンクコーデしていつでも手をつないで歩くような関係性が月チームさんの理想。常に寄り添って、一緒にいたいタイプなので、遠距離恋愛には不向きですと。で少しの間でも離れているのは寂しくなり、電話や LINE を頻繁にして愛を確かめようとするでしょうと。でそれが時には、相手の負担になってしまうこともありますと。相性が合わないと、ここって、ちょっとどっちがいけないっていうことじゃなくて、相性だよね。これに関してはね、淡白な人もいれば淡白じゃない人もいるからね。でこう書いてるように全く自分もその通り、近い方がいいし、連絡は頻繁に取ってたいし、地球チーム、恋愛中でも自分の時間は大事で、恋人との時間を大事にしつつ自分の時間空間もしっかり確保しておきたい地球さんチームは、ベタベタした関係は好みません。で会いたい時にだけ会えれば OK なので、遠距離恋愛も問題ないタイプで、その分デートの時は目いっぱい楽しみますと。で割り切った考え方の持ち主なので、喧嘩中でもセックスができます。そうだったそうなんだ。めっちゃ喧嘩してたら嫌じゃないかなそうらしいですね。太陽さんチーム、気まぐれに付き合ってくれる相手が理想で、突然恋人に会いたくなる、太陽さんチームはそれがデートのタイミングで、事前の約束など関係ありませんと束縛されるのは耐えられないし、ベタベタされてペースを乱されるなんて論外と。で自分が主導権を握ってリードするのが理想で、それを許してくれる相手と関係を望みます。デートの頻度は愛情の深さに比例ということですね。ちょっと思い当たる部分はありますね。過去の恋愛で付き合った人で、ちょっと恋愛として、月さんチームはそのノーと言えないので流されがちと。でアプローチされると弱い、月さんチームは受け身の恋愛が多めで、断ることが苦手なので結果的に相手に流されがちですと。でシャイなので本命にはなかなかアタックできず、片思いが長期戦になることもありますと。地球さんチーム、自分が好きにならないと恋愛にならないで、自分の気持ちが基準の地球さんチームは自ら好きになった相手とでないと恋愛に発展しません。で好きな人に気持ちを明示して反応を確かめますと。でその好みでない相手にははっきりノーの姿勢を見せます。太陽さんチーム、今目の前にいる人が好きなんか面白いよね。気まぐれな、太陽さんチームは特定の恋人に縛られるのは嫌。いつも目の前にいる人が恋人、怖い、ちょっと怖いよねと自分に言い聞かせていますと。でドロドロした恋愛に耐えられないので、カラッとした明るい恋が基本。でちょっと浮気についてもあるみたいで、月さんチームの場合、食事までなら浮気じゃないと。で和を重んじて、また基本的に相手軸の月さんチームは恋人以外の異性からでも誘われれば食事には出かけますと。で肉体関係を持たれなければ浮気ではないと思っているので、全く悪びれることはありませんと。
193チーム。バレなければ OK と究極の開き直り、恋愛とセックスは別物だと割り切っていて、体の関係性は持っていても浮気という意識は皆無ですと。でプロのお仕事に通うことも罪悪感だし、結果主義のためバレなければ万事 OK という開き直った精神もと。なんか人によって結構違うじゃないですか、価値観、正直女の人も男の人も本当になんかこう、お店も別に通っててもいいとかいう人もいればね、なんかこう本当もう絶対嫌っていう人もいるし、そのあたりなのかな。で太陽さんチーム、浮気と本気の違いって何なんかこうそういうこと言ってたような過去になんかあるんだけど、自由人の、太陽さん、恋愛に関してもフリーな思考を持っていますと。でそもそも本気と浮気の区別がないことも多く、出会ってから間もない人とアバンチュルにもで気持ちが向けば飛び込むこともと、怖いね、怖い。じゃあちょっと合コンに行った時の振る舞い方。月3チーム、隣に誰が座るかで全てが決まる。控えめな月3チームは、合コンの場では自ら流れを作るようなことはせず、その場に合わせて上品に振る舞います。席替えを提案したり気になる人にアピールしたりするのは苦手で、じゃんけんのグーそのもののように狭く固まった範囲の中で人間関係を築くので、合コンでは隣に誰が座るかで全てが決まってしまいますと。確かになんか好意がある人とか離れてるとめっちゃ嫌だな。ちょっとなんていうの、大昔にしかも行ったことないけどね合コンとか最近も全然やったことないけど、もしいたと想定して、なんていうのかな、気になる人がいたらこう自分の、近くのこうテリトリーに入れたいみたいなことは思っちゃうかも。で地球3チーム、気になる人にロックオン効率重視の地球3チームは合コンでも気になる人だけに狙いを定めますと。じゃんけんのチョキのように表す通りに、自分にとって無駄なことは切り取っていきたいので、好意のない人との、表面上の会話などは極力、省きたいタイプと。競争心が強く結果にこだわるので、ライバルがいるとさらに燃えるでしょうと。太陽さんチーム、ムードメーカーとなって盛り上げる。明るい太陽さんチームは合コンの場でも盛り上げ上手と。存在感抜群のムードメーカーですと。大きく指を広げるじゃんけんのパー通り、周囲を巻き込んで話を展開していくでしょう。で気分と直感の人なので席替えも大好きで、気の向くままに提案してどんどんこういう関係を広げます。で太陽さんチームが参加すれば楽しい時間を過ごすことができるでしょうと。で恋愛編、うまく関係を続けていこうとしたい場合、月3チーム、スキンシップや愛情表現を大切に。で月3チームはいつも恋人と一緒にいたいと思う甘えん坊タイプと。でスキンシップも大好きで、愛する人と密着している時にこの上ない幸せを感じます。で自分が相手からどう思われているのかも非常に気にするので、何度も私のこと好きとか、女の人だったらね確認する場面も面倒からずその不安を解消してあげるようにすれば、一層あなたを愛するでしょうと。自分もできるだけね一緒にいたいなと思っちゃうタイプだから、合ってんのかな。で地球3チーム、適度な距離感のある付き合いで、しっかり者の地球3チームは良識的な人との恋愛関係を望みますと。で計画性があって約束をきちんと守る人との関係性が理想で、また恋人同士の間にも適度な距離感が必要だと考えていて、四六時中一緒にいるような関係性は好まないので、あまり距離を詰めすぎないように記念日にはプレゼントを贈りましょう。で太陽さんチーム、干渉は詮索は絶対 NG。 束縛が大嫌いな太陽さんチームは恋愛も自由奔放に楽しみたいタイプで、恋人は大きな気持ちで付き合うしかありません。わかるでいちいち干渉したり、昨日は何してたのなど詮索するとたちまち不愉快な気持ちにされてしまいます。でその一方で時にすごく甘えん坊になって相手を戸惑わせることも自由人などと割り切りましょう。なかなかね付き合ってたら割り切れないけどね大変なことありましたよ僕も。深くは言いませんけどね。でアプローチの方法とかもあります。で月3チームで相手に、先にちょっぴり強引な態度にほだされるかも。
で相手に先に好きになられると弱い月3チームには少し強引に先制攻撃を押しに弱いので、そのまま心を奪える可能性もあります。で警戒心が強そうならお友達も一緒にと言ってあげると安心します。で地球3チーム、陽気に振る舞うのが恋の近道で、自分軸がはっきりしていてかつ何でも自分で選びたい地球3チームは、自分が好きでもない人は残念ながら眼中にありません。でその際は陽気に振る舞い会話が楽しい人などと印象づけるのが近道と、太陽3チーム、恋の駆け引きで心を奪ってと、で恋人気取りや干渉するような態度 NG で、多少突き放すぐらいの駆け引きを駆使して翻弄できるとグッド。外国人が好きなので海外風のファッションやヘアスタイルをすると興味を引けるかもと。で嘘の捉え方みたいなのもあります。月3チーム、嘘は相手を傷つけないためのもの、月3チームにとって嘘は相手を傷つけないためにつく思いやりの表れ、だから意外と罪悪感はありませんと。けれど皮肉なことに月3チームの嘘は必ずバレてしまいますと。下手くそなんだろうね。自分も下手くそ、嘘ついた場合で、その時には挙動不審になると。で地球3チーム、嘘も方便バレなければ OK で、人に好かれた場合と自分がつく場合で嘘の意識が真逆の地球、嘘をつかれた場合と自分が嘘をつく場合では嘘の意識が真逆ってことですね。で人の嘘は絶対に許しませんが自分の場合は嘘も方便バレなければ OK という意識があり、時々嘘をつきますということらしいです。で太陽3チーム、嘘ではなくてサプライズで、自由な発想する太陽3チームは嘘をついているという概念すら持っていませんと。嘘はあくまで相手を喜ばせるためのサプライズ、軽い超感覚なので逆上されるとパニックにと。なんか面白いよね。恋愛中ではいけない NG ワードみたいなのもあります月3チームには NG な言葉、ベタベタしないでと、ベタベタしたいからね、人より言わない方がいいと。で不安が強く常に相手からの愛情を確認していたい寂しがり屋の月3チーム、それを鬱陶しがったり責めるようなことを言われたりすると意気消沈してしまいますと。あっちに行ってとかベタベタしないでなど何気なく言ったのだとしても、猛烈にへこんで再起不能にと。たとえ心の中で思ってたとしても、月3チームにはね口に出さないようにとした方がいいと。地球3チーム、少しは人に合わせてよというの NG らしい。で相手には本音で話してもらいたいと思う地球3チームですが、自分の価値観からそれた言葉には苛立ちを覚えます。地球3チームの理想は常に自分のペースで自分の好きなように行動すること。だから臨機応変に相手に合わせろと言われても反発しか起きませんと。良好な関係を築きたいならペースを尊重してあげましょう、ということですね。太陽3チーム、言うことをコロコロ変えないでと、これ言っちゃいけない言いたくなりそうだけどね、これね、その時の自分の感情や気分に、寄り添っていきたい、太陽3チームはもはや人のペースを見なすのが趣味と言っても良いレベルと。相手の発言もいちいち真剣に聞いていないし、自分の発言にもそこまで責任を持っていませんと。だから言うことを変えないで約束を守っているのだと言ってしまうと心をざわつかせてしまいます、なんとなくわかるということですね。じゃあちょっと大人の世界へ行きますね。大人の世界、ラブホテルの誘い方っていうのもあるらしい。月3チームの場合、周囲の目が気になり挙動不審になる。でラブホ自体に興味はありますが、入り口で周囲の目を気にして挙動不審になってしまうのが月3チーム。できれば家で過ごしたいというのが本音です。ただ一旦ホテルに入れば燃え上がります。一旦隠れちゃえばね。で地球3チーム、抵抗なく満喫できるタイプ、結構やっぱガシガシってあれだけど、あまり気にしないタイプなんだろうね。で3分類中最も抵抗のないのが地球3チームで、お気に入りのラブホの会員になってポイントを貯めたり、室内では映画鑑賞やカラオケを楽しんだりと最大限に満喫しますと。レジャー感覚で楽しむことができます。で太陽3チーム、雰囲気重視なのでがっかりされますと。
でムーと命で、大切にされたい願望が強い太陽さんチーム。ラブホから連想される、イメージそのものをあまり好まないと。で誘ったらがっかりされる可能性大と。で高級なシティホテルなら喜んでくれるでしょうと。だからホテルはホテルでも行きたかったとしても、ちょっとそっちの普通のホテル、いい感じのホテルに連れて行こうとするといいんじゃないのかなってこと。男の人に限る3分類の男の人の女遊びの事情というのがあります。で月さんチーム、これちょっと男の人の場合ってことなんだよね。全部男の人の場合、基本的に風俗は嫌いと。で人との関係を大切にしたい月さんチームは、見ず知らずの人と肉体関係を持つプロのお店にも、そもそもあんまり興味がありません。友人などの誘いで行った時にはキー恋愛を楽しみます。自分もねやっぱあんま興味ない、自分ガールズバーもあんまりね、キャバクラもガールズバーもスナックも行ったことないし、で風俗もあんま興味ない。なんか女の人に興味ないわけじゃない、女の人には興味ある。で彼女でいいってなっちゃうね。なんていうのか、ガールズバーとか多分、その想像だけど、全部嘘じゃんって思っちゃう自分がね。そういう思考になりがちなのかな、月さんチームが。嘘って分かってるから、なんか楽しむ、お金払ってまで楽しむところなのかなみたいな思っちゃうって感じかな。で、地球さんチーム、後腐れのない風俗は大好きと。地球さんチームのモットーは、限られた人生を思う存分エンジョイすること。よって後腐れなく楽しめる風俗は大好きという人が多いでしょうと。どうせならと毎回違う女性を楽しむほど余裕を見せますと。肉食系だねやっぱね。別に悪いことじゃないとは思う。そういうその客観的に見てね、それがダメとか思わないし、そのお金払ってねお店に行ってるんだから。ただ彼女がいた場合はね、彼女がいた場合はね気をつけた方がいいよね。ちょっといろいろと、あれこれ嫌な人もいると思うからね。多分月さんチームの彼女だった場合はめちゃめちゃ気にすると思うから、月さんチームの女の人を彼女にした場合は多分かなり NG だと思う。風俗行くの。太陽さんチーム、プロの女性をホテルに呼ぶのが恒例となんだろう、地球と太陽活発なのかな。風俗のお店の雰囲気にどうしても馴染めない、風俗のお店の、いわゆる風俗が好きだけど風俗のお店に行くのはちょっと馴染めないので、ホテルにプロの女性を呼びますと。一緒に食事をしたり、恋人気分を味わいながら自分好みの女性に育ててあげることに喜びを感じるというところがある。だからいろんな人がいるってことだよ。要するにこの属性つっても月さんチームの中にもいろんな動物がいるし、地球さんチームの動物、それぞれ動物がねいるから、動物占いの特性も含めてちょっと見返してみて、いろいろ人間関係編、これ夫婦生活を円滑にちょっと続けるにはとか、これ長い恋愛も同じになるのかな。月さんチーム、何でも話していたわり合う時間を大切に。パートナーとはお互いに特別な存在でいたいという思いが強いので、大事なことは何でも話し合いたいし、いたわり合いながら生きていきたいと思っていますと。で月さんチームのパートナーはそのことを覚えておき、自分の本音もさらけ出すようにすれば、時を重ねるごとに心が強く結びついていくような2人になれるでしょうと。で地球さんチーム、依存しない自立した姿勢がコツと。で自分以外は、他人というドライな考え方を根本的に持っている地球さんチームは、一つ屋根の下に暮らすパートナーであっても、お互い依存せず、両者が自立している関係性が理想と。各、価値観や人生観を尊重し合いながら高め合っていきたいと思っていますと。地球さんチームにとってパートナーは、最も愛している他人と言えるでしょうということですね。太陽さんチーム、時には恋人、時には友人でいるのがベストで、太陽さんチームにとって夫婦とは、戸籍に関係なく生活を共にするパートナーで、お互いに束縛しないで関係を望んでいて、
理想はフランス婚みたいな夫婦家族でありながらも時には恋人で時には友人というように自由に形を変える関係性に、居心地をよく感じます。で太陽さんチームのパートナーに求められるのはこうであるべきということで求めないスタンスですと、そんな感じだった。自分がお付き合いした人、太陽さんチームだった人ね、結構なんか該当してるなって思う。改めてこう見ると他にもあるんだけど、主張がもっと回ればもっと深くちょっと調べて作りたいなと思います。よかったらなんかコメントとかもくれると嬉しいかなと思います。とりあえずここで以上ですね。この動物占い属性に関しては以上です。